ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、ウクライナに対する軍事供与のレベルがまた一段上がりました。それはイギリスによる戦車の供与が正式発表されたからです。今回の動画では、軍事的な影響だけではなく、これが一体どのような政治的な意味を持つかについても解説していこうと思います。戦車の供与という面では、数としてはそれほど多くないものですから、戦力として何か劇的に変化が起こるわけではありません。むしろ、イギリスの決断によってもたらされる後の影響の方が大きいと言えるでしょう。それではまずは戦車提供のニュースから見ていきます。イギリス主力戦車チャレンジャー2、ウクライナに供与へ。イギリスのスナク首相は14日、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話で会談し、イギリス陸軍の主力戦車チャレンジャー2を14台供与すると表明した。実現すれば、ウクライナ側が求めていた西側諸国の戦車が初めて提供されることになる。在英ロシア大使館はこれに対し、紛争地域に戦車を供給すれば、対立を終わらせるどころか、戦闘を激化させ、民間人を含む犠牲を増やすだけだと反発した。イギリスはまた、陸軍の 155mm 自走榴弾砲 AS90 を約30門供与する方針。戦車は数週間後にウクライナに到着予定。また、ウクライナ軍に戦車などの使い方の訓練を行うという。スナク首相は声明で、戦車の供与はウクライナ支援を強化したいとのイギリスの熱意の表れだと説明した。ゼレンスキー大統領はツイッターに、戦場での能力が強化されるだけではなく、他のパートナー国に対する正しいメッセージとなると投稿し、謝意を示した。ヨーロッパ各国は昨年2月以来、ウクライナに改良型の旧ソ連製戦車300台以上を供与したが、ウクライナが繰り返し求めてきた西側製の重戦車は提供していない。専門家は、ウクライナがロシアに勝利するためには、西側の主力戦車の供与が必要不可欠と見ている。ただ、特にドイツは重戦車の提供に慎重になっている。さて、イギリスが今回の発表により、欧米製戦車のウクライナ供与最初の国となりました。これは、イギリス自身がウクライナに対する軍事支援をこれからも継続していくというかなり良いニュースです。なぜならば、ロシアによるウクライナ侵略、その始まって以降において、イギリスは政治指導者がコロコロと変わってきています。政治指導者が変わるときというのは、それ以前の政策が変更される可能性があるわけで、そのような不安のある中で、スナク首相は、欧米製戦車の初めての供与という第一歩を踏み出したわけですから、これまで通りイギリスがウクライナを支援することを改めて表明したものと言えるでしょう。また、今回の話の中で、戦車はもちろん初めてということで大きなニュースになるわけですが、自走砲を30用意するといった話も、これまた重要なポイントです。自走砲が多ければ多いほどいいといった面もありますから、イギリスは政治的な影響があるものと同時に実際の軍事力の増強にも役立つという面で総合パッケージを用意したと言えるでしょう。さて、今回の動きで最も影響を受けるのはドイツです。ドイツはこれまでロシアに対するエネルギー依存が非常に強いこともあって、なるべく他の国から目立たないような形での軍事支援を試みてきました。アメリカが先にやってくれたらな、もしくはアメリカと同時であればな、もしくは他の国がやっているんであればドイツもといった具合にして、なるべくロシアと外交上バチバチと火花を散らすようなことは避けてきたわけです。そういったわけで、ドイツ製の戦車をウクライナに供与することを認めるかどうかといった話の時も、ドイツのシュルツ首相は、アメリカが戦車を供与することを発表してくれないとなということを何度となく言い続けてきています。今回イギリスが戦車を供与することを発表したわけですが、少なくとも一番乗りではありません。すでに前例のある中でドイツはさあどうするという言われ方をするわけですから、ドイツは行動しやすくなったと言えるでしょう。ただ、ドイツに対する圧力のかかり方というのは、一般的に言われている話と少し違うことがあります。それは、ドイツ自身がウクライナに供与するそのための圧力ではなくて、どこかの国がドイツ製の戦車をウクライナに供与することに、ドイツは反対しないでほしいという外交的な圧力です。これはどういうことかというと、ドイツはレオパルト戦車の製造販売元ですが、ドイツ自身は軍事予算をずっと長い間抑えられてきて、大量の戦車を供与できる状態ではありません。これはメルケル政権下において周辺国が NATO 加盟国だし、ドイツ自身も国家間戦争に巻き込まれるようなことはまあないだろうという前提のもとにして、
ロシアに対するエネルギー依存は強めるし、中国との経済関係は強めるし、ドイツ連邦軍自体は軍事費を抑制して、ほとんど動けないような軍隊にしてしまったのです。ですから、ドイツに求められているのは、ドイツが販売してヨーロッパ中にあるレオパルト2戦車、これらを持っている国がウクライナに供与しようと思った時に、譲渡する時の承認をドイツに求めてくるわけです。売った先の国が他の国に渡すといったことは、あくまでも製造販売元であるドイツが許可しなければ認められません。ですから、ドイツ自身がウクライナにどんどんレオポルト戦車を供与すべきだといった話よりも、売った先の国がウクライナに供与する話を妨げないでほしいという話で、ドイツに話が来るわけです。現在のところレオパルト2戦車を保有していて、ウクライナに供与したいなと表明している国、正式発表している国はポーランド、次にフィンランド、スペインなども同じようにして保有しているレオパルト2戦車をなんとかウクライナに供与できないかとドイツに打診しています。そして先ほどの話にも戻りますが、イギリスは戦車を自ら供与することを発表したし、ポーランドはポーランドで、ドイツさえ許可してくれれば、ウクライナに供与するといった具合にして、正式な動きが次々と出ていますから、他の国に波及して、我が国も保有しているレオパルト2戦車をウクライナに供与したいと思うんだけれども、ドイツさんどうですかと声がかかってくる可能性が高いわけです。だからこそドイツにかかる外交的な圧力が高まるというわけです。ここのポイントが結構大事です。というわけで、イギリスが供与を発表したことによって、さあドイツこの後どうするのというのが今後の話題の中心となるわけです。さて、政治的な話が少し続いてしまったので、最後に軍事的な話もしておきましょう。まず第一に、今回、イギリスが提供すると発表したチャレンジャー2は、決して最優秀の戦車といったようなわけではありません。欧米製の戦車に一つ問題があるのは、ロシア系の戦車に比べると重量級の戦車が多いということです。これはチャレンジャー2の欠点だと言われており、戦場においては、動き回るその機動力が低いというのは、相手方にしてみれば、足の脆い戦車を狙うというのは、足の速い戦車を狙うよりは、やはり難易度は下がるものです。また、こうした重いというのは当然のように燃費にも関わってきます。例えば、アメリカ製の戦車、M1 エイブラムス戦車の場合だと燃料をバカ食いしてしまうから、ウクライナ軍ではとても運用できないといったような話などがあります。ただし、この点について言えば、戦車が軽いということはその分だけ装甲や装備が少ないということを意味しますから、重たくても装備や装甲が充実している戦車の方が結局のところは生存率はいいので、燃費が悪いことだけを指してこんな戦車は役立たずだというのもこれまた運用の仕方次第であり、決して重たいから役立たずだというような意見は当てはまっているとは言えません。またチャレンジャー2の場合だとレオパルト2とはまた違った手法ですから、砲弾の調達に苦労するといったような指摘などをする人もいます。しかしこれも別に気にすることはないでしょう。例えばウクライナはアメリカから多連装ロケットシステムハイマースを受け取っていますが、じゃあウクライナがハイマース用の弾薬を作っているかといえばそういったわけではありません。アメリカから補給はどんどんと入ってきているものであり、それらを使っているだけです。チャレンジャー2を受け取って他の戦車との共通砲弾じゃないなというのは別に問題ではないのです。結局のところイギリスが送ってくれるものを使うだけの話です。また整備の面で言っても様々な戦車がいろいろあるからとても整備が大変だといった話などもあります。もちろんそれはそうで、何か一つの戦車で統一されていた方が圧倒的にメンテナンスはしやすくなります。しかし、そんな贅沢なことを言っていることはできないでしょう。故障したんであれば後方に送って、なんだったらポーランドに送ってイギリスに送り返して直してもらえばいいわけで、保有している戦車がいつでも 100% 動ける状態といったものは望めないのが現実だと言えるでしょう。実際チャレンジャー2が柔軟量到着してその間整備のしやすいロシア系の戦車を整備する時間を稼ぐことができるだけでも戦線の負担は軽くなることができます。兵器はどう運用するかであり、そしてあるとないとではどっちの方が戦力が上がるか、そうした小さな積み重ねが結構大事なものです。今回イギリスがチャレンジャー2をウクライナに供与することを正式発表しました。これに伴ってウクライナ軍が大変身して連戦連勝を起こすといったようなゲームチェンジャーの出来事ではありません。しかし悪い方向に向かう変化なのか良い方向に向かう変化なのかといえば、今回の出来事は明らかに良い方向に向かう変化であることは明らかでしょう。こうした小さな積み重ねが結局のところ大きな流れを生み出すものだと私は考えています。今回の動画はここまで。
最後に余談をしておきましょう。私は動画を作って投稿しているわけですが、これは YouTube とニコニコに流しています。一方において動画で話していない、もしくは取り扱っていないニュースについては Twitter のニュースアカウントを使っていました。ところが Twitter のニュースアカウントなのですが、先月の終わり頃、Twitter のサーバーエラーが発生して強制ログアウトされてしまいました。その後、ログインしようとしても認証コードが送られてこないといった不具合に遭遇して、Twitter のサポートとしても対応してくれず、残念ながらニュースアカウントについて再ログインするのを諦めました。そのため新しいアカウントを作ったので、改めて Twitter の新アカウントの方をフォローしてくれると嬉しいです。基本的に動画については、1日1個か2個が限界ぐらいな感じなわけですが、Twitter の方だとちょこちょこと発信していたりもします。ぜひともそちらの方もよろしくお願いします。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。